私の作った秘密箱をからくり箱というように命名したんです。これがからくり箱の最初です。亀井昭夫と言います。職人です。現在はからくり箱っていうのを作っています。箱根地方には秘密箱というのがありまして、例えばこういうのですね。どうやって開けるかっていう箱なんですけど、これは見た目どっから開けるか分かりませんけど、例えばこの横がちょっとだけずれます。そうするとこれが少しだけ動きます。ちょっと動いて隙間ができます。そうするとこっち側の板がギュッと大きく開きます。ここにいっぱい空間ができますので、これで上の蓋が外せると。これを4回の秘密箱というんですけれども、同じような動きを繰り返して、多いので100何回っていうのがあるんですけれども、基本的にはこういう動きの組み合わせなんですね。実は私は関西の出身で、こちらの箱根の方にやってきたんですけど、なんでかっていうと、組木というのを雑誌で見て、でそれをぜひ作ってみたいと思ったんですね。で例えば組木っていうのはこういうようなのがあるんですけど、こういうようなものとかあるんですけれども、それを自分でデザインして作りたいなと。これをご覧になって分かるように、どうやってバラバラにするんだろう。組木っていうのはバラバラにして組み上げてて、それのある種おもちゃというような形で販売されてきてたわけですけど、でもそのメカニズムっていうのに私興味がありまして、どうやってそういうものが作れるんだろうというのが一番最初で、それでとりあえず組木職人になろうと思ってこちらにやってきました。でその時にこちらへ来てから初めて知ったのが、秘密箱もあるよっていう話です。先ほども申しましたけど、私はメカニズムに興味があったので、秘密箱も組木も私の頭の中ではどっちも興味があって、どっちも面白いなと、ある意味一緒だなと思ったわけです。ギュッと押してやると外れるんですね。でその次何やるかって言ったら、こいつをずらすんですね。そうするとこれも外れるんですね。そうするとこれが外れると、これが外れると。中空洞でしょ。中空洞っていうのは、これは箱とも言えますよね。つまり組木を作ってると箱っていうのが当然出てくるんですよ、作ってる間に。この秘密箱もこれも私の頭の中では同じもんなんですよ。それでこの秘密箱というのを徹底的に研究したんですね。特に中の構造を。そうするとですね、ある構造が見えてきたといいますか、この板がこういう目の方向なんですね。でこの板はこういう目の方向ですね。でこっちはこういう目の方向で、この板はこういう目の方向。この4枚でこの箱の大きさっていうのは決まるんですね。ところがですね、この方向、深さの方向ですね。つまり木という性格から考えると、縦の伸び縮みはないけれど、横幅の伸び縮みっていうのは湿度乾燥によってガラッと変わるんですね。湿度を吸ってくるとこれ膨れます。箱大きくなるんですね。で乾燥してくると箱小さくなるんですね。その中でいろんな動きをさそうとすると、どうしてもこういうような動きしかできないんですね。それでその立体方向に均等に動ける箱作りっていうのを考えたんです。これが重要なところなんですが、それがこうなります。これは6枚の板で組木っていうのができてるんですが、ここにボンドをつけちゃうとこれ箱ですよね。
この箱をですねベースにしていくと XYZ の3方向に動く仕掛けが自由に作れると。もう一遍戻りますけど、この秘密箱だとこういう向きで全部決まってますから、箱の広さは変わりませんけど深さが変わります。でその時に中の仕掛けを入れる時にそれ困るんですね。その深さの方もある程度一定でないと困るんですね。でないとこう縦横自由に動きを作ることができない。それでこうなるわけです。これだとよく見てください。こういう向きとこういう向き、横の板使ってますよね。でも側面はこういう板でしょ。こういう板でしょ。さっきと違いますね。さっきはこういう板を使ってたんですね。こういう板です。そうするとこれこう縮まないかっていう話ですよね。それでこれ組んであるんですね。縦の方向にこれが組んであるから、これがたとえ縮んでもここの大きさっていうかこの中の大きさ変わらないんですね。でしかも蓋の方もこれで組んでありますから、ここが縮んでもこの幅は奥にならないんですね。この溝で、この溝がちょうどこの幅ですから、これが縮んでもこれは動かない。つまり少なくともこの中の立方体 XYZ 方向に変わらないってことですね。これが大事なんです。これは昔からある構造体っていうか組木の基本的なものですね。でこれが秘密箱に応用できるなら、これは結構面白いことができるぞということになったわけですね。それでじゃあ私がどんなからくり箱を作り始めるかっていうと、例えばこういうことになるんですね。まず開けてみましょうか。1ですよね。でその次は2なんですね。で3に行きます。もう分かりますよね。4に行きます。5に行きます。で6に行きます。そうすると6が開くんですね。これがまさにそれなんですよ。実はなんでかって言いますと、12345 6と傾けることによって中の重りが落ちていくんですね。鉄棒なんですけど、鉄棒がスコンと落ちると、そうすると上に隙間ができますよね。そうすると次にこういう向きにパターンと倒してやると、そこへ鉄棒がまた落ちますよね。そうするとまたこっちにその後ろに隙間ができると。そうすると今度こう倒してやるとこっちの方からピンがこう落ちていくと。で最後のピンが落ちた時に6が開くと。こういう仕掛けなんですよ。順番間違えると開きませんよ。鉄棒の長さっていうのは湿気には関係なく一定ですよね。ところが木は湿気に大きく影響されて動くんですね、長さが。でそれ困るんですよ。困るのでこういう形にする時もベースとしてはこういうような動かない箱を作っておかないと、湿気が多くなると、あるいは乾燥が強すぎると開かなくなる箱をじゃあしょうがないわけで、組木風の箱ができたことによってこういうのが実現可能になってきたと。秘密箱っていうのがすでに存在してて結構人気があったわけですね。それで私が作ったものは形が全然違いますよね。何か秘密箱とは違う名前を付けたいなと思って、私の作った秘密箱をからくり箱というように命名したんです。これがからくり箱の最初です。秘密箱っていうのをご紹介しましたけれども、それ以外にも箱根地方にはいろんな仕掛けのものがあるんですね。で昔皆さんが普通に喫煙をしてた頃、戦後のいつぐらいまでですかね、家を一軒建てるっていうと必ず応接間っていうのを作って、でそこに低いテーブルがあって真ん中には灰皿が置いてあって、その横にタバコケースがあったりとか、これが普通の標準世帯
でしたね。でそういうタバコがよく売れた頃、三田さんが吸ってた頃の作品としてちょっと面白いトリッキーな作品があるんですけど、例えばこういうものですね。タバコケースですね。こう閉めますよね。そうすると今度開けるとですね、ないんですよ。で今度閉めるとこう出てくるんですよ。どうなってんだかっていう、まあちょっとトリッキーな作品なんですけども、これもある種秘密箱の一種であり、からくり箱のネタが入ってると言いますか。実はこれね、ちょっと私からするとインチキがあって、これこうやってこうやるとですね、ずれるんですね。だからネタがバレやすい。つまり引き出しの中に引き出しが入ってるんですね。でその引き出しがこういう感じで出るか出ないか。でそれをどこでやってるかっていうと、ここでやってるんですね。これで中の引き出しの鍵をかけたり外したりしてるわけです。これで鍵が開いてる状態だから、外の引き出しと一緒に中の引き出しも出てくると。これはこの状態で鍵をかけちゃうんですね。こうちょっと下ろすことによって中の引き出しが動かないようにしちゃうんです。それでも外の引き出しは出てきますので、中の引き出しは鍵がかかってて、外の引き出しは出てくるので、なくなったってタバコがなくなったとこうなるわけです。ちょっとまあ人を驚かすような、まあそういうグッズって言いますかね、タバコケースも売られたんですね。それで私だったらどうするかっていう話なんですけども、要するにもうちょっとメカニックをちゃんと作りたいと思ったんですね。これだと結局こうちょっと動かしたらこうバレちゃうじゃない。それをバレないようにしようということででかいものにしました。でこれだとタバコより大きいもの、このぐらいのものとか楽に入ります。ちょっと開けてみましょう。これこうなんですが、例えばこれをこう入れますよね。で閉めますよ。で開けますよ。ないと。もう一遍やりますね。これ開けるときにちょっとずらしてやるんです。どっかを。ちょっとこう出てくるんですね。さっきこれで鍵を動かしてっていうのを側面でやりましたけども、まあこれも同じようなことでやるんですね。ただしこれはこう出てきた状態で奥へ引っ込みましたけど、これは引っ込みません。メカニックで固定されてます。ネタがバレちゃうみたいなところはこれでなくなってると思うんですけど、それで今まで秘密箱をベースにお話をしました。で四角い箱で、四角い箱でどんなことができるか。だからただ単にこういう四角い箱じゃなくて本型にしてみたとか、そういうチャレンジをやったんですね。だったら何でもできるんじゃないかと。中空洞にしとけば箱じゃないかというのでやったのが、例えばこういう卵ですね。これここしか動きません。この割れ目がちょっとあるんですけど開かないんですね。どうやって開けるかなんですが、これはあくまで卵です。卵っていうのはいつもやってるように開けようと思うとこうやって開けるじゃないですか。そうするとこう開いてくるんですね。一応箱です。つまり形が変わることによって皆さんの知っている形で、それってこうやって開けるよなっていうのが仕掛けとして入れてあるわけです。皆さんの期待を裏切るような仕掛け。つまりこれをね、一番最初に考えた時はこういうパズルが大好きな人たち、この人たちに向けてアンチテーゼをしたかったんです。それでそのグループが集まってるところへ持ってって、グループっつっても世界中のグループですよ。これを朝
みんなに見せて開けてみろと、誰も開けられないんですよ。で彼らはいろんなことを知ってます。コロンブスの卵を知ってます。だからこうやってひっぱたく人もいました。あるいはこういうふうに回転させたらどうかとか、いろいろ考えて開けられない。何のことはない。普通に卵が割れば開くんだというので、夕方になってその答えを教えたら大受けしたという、そういう話なんですけど、出題者が求めている回答にいかに回答者がたどり着けるかっていうあたりですよね。卵を割るということはみんな知っていてもやらないんですね。からくり箱だっていうと、知ってるはずのことができなくなる。いろんなことを知ってるがゆえにかえってできなくなる。だからむしろこういうのは出しておくと子供なんかがふわっと開けちゃったりしますね。その難しさっていうのにいろいろあって、こういう秘密箱でも100回ぐらいの秘密箱あります。でもやり方同じです。でこうなると1回で開くんです。でもそこにたどり着けるかどうかっていうことなんです。それでよくそういう人たちと話をしたんですが、いいパズルあるいはいいからくりってのはどういうもんだという話になりまして、いいからくり箱とかいいパズルっていうのはいいヒントが隠れている、そういうものがいいからくり箱です。いいヒントっていうのはどういうことでしょう。今言ったこういうことなんです。ヒントちゃんと見えてるじゃないですか。でも誰もできない。これがいいパズルです。時代が変われば当然その面白いか面白くないかの基準も変わってきます。で皆さんの持っている常識とか非常識とかそういう意識も変わってきます。で変わってきたらやっぱりそれに合わせた作品作りが必要だということになります。